こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2023年の Xbox ゲームパスタイトルの中から私がめちゃくちゃ面白いと思えた最高のタイトルを10本独断と偏見で選びましたので、ランキング方式でご紹介していきます。ちなみに今年プレイした Xbox タイトルは439本で、クリアしたゲーム本数は98本。今年取得した実績は8万6000で、総実績は57万1000でした。今年のゲームパスタイトルは人によってはものすごく面白くてずっと遊んでいられる。しかし人によっては肌に合わないといったタイトルが多く含まれていたような感じで、 Xbox ユーザーの間でも今年のベストタイトルは意見が分かれるんじゃないかなと、ある意味非常に面白い年だったと思っています。そんな2023年のゲームパスタイトルの中でも私が遊んで多くの方におすすめできる、触ってみてほしいと思えるタイトルを選出しました。さらに今年は私の意見だけではなく、動画の途中では以前視聴者の皆様にとったアンケート、あなたの今年最高のゲームはの結果もランキング方式で発表させていただきます。ぜひ最後まで見てね。第10位、ウォーロンフォールンダイナスティ。2023年2月に発売されたチーム忍者が手掛ける国産アクションゲーム。今作は家系と呼ばれる敵の攻撃を食らう直前に敵の攻撃を弾くことができる、いわゆるパリーをメインとして戦うソウルライクゲームなのですが、パリーのタイミングがかなり優しく設定されていて、ソウルライクゲームの中でも初心者向けの作りとなっています。ガードしながらパリーできるのも今作の特徴で、パリー失敗によるデメリットが少ないのも遊びやすい点です。ステージクリア性ながらゲームボリュームは申し分なく、やや敵の種類自体は少なめかなとは感じましたが、ボスの数が豊富ですし、大型から人型まで様々な激しい戦闘を楽しめます。とにかく呂布との戦闘の楽しさは最高でしたね。簡単なゲームというわけではないのですが、決して難しすぎず、レベルアップや式ランクシステムによって自身で難易度調整も行います。またオンラインで最大3人のプレイヤーと協力プレイが可能で、倒れてしまった仲間を蘇生することができたり、能力によっては範囲の仲間に対して効果のある技もあるので、仲のいいフレンドと一緒にワイワイ楽しむのもおすすめですよ。ソウルライクに苦手意識を持っている方にこそ触ってみてほしいです。苦手を克服するのにもってこいな一本ですよ。第9位、スターフィールド。スカイリムやフォールアウトシリーズで知られるベセスダーゲームスタジオが25年ぶりに手掛けた完全新規タイトルで、人類が太陽系外に進出した西暦2330年を舞台にした広大な宇宙をめぐるオープンワールド RPG となっています。ゲームの作りとしては、いい意味でも悪い意味でもすごくいつものベセスダさん RPG だという印象で、圧倒的なアイテムの物量、大量のサブクエストなど、まさしく舞台を宇宙にし、スケールアップしたフォールアウトのような手触りの作品だと感じました。この膨大なスケールの宇宙で何をしてもいい、一つのやり方に縛られない自由度の高さは、やはり今作の魅力であると感じます。第8位、ロボクエスト。2023年11月に発売したハイスピードローグライト FPS ゲーム。フィールドやアイテムなどがプレイするたびに変わるダンジョンを舞台に、非常にテンポのいい爽快なアクションと戦闘を楽しむことができます。やられてしまうとレベルやアイテムは失ってしまいますが、永久的なアップグレードも存在するため、遊べば遊ぶほど自身を強くしていくことができる他にも、オンライン2人協力プレイにも対応しています。とにかく面倒な要素がなく、ストレスフリーな操作して楽しいという面を前面に押し出したような作品で、2段ジャンプやスライディング、踏みつけなどを駆使しつつの銃での戦闘は、難しいことを考えずに夢中で楽しむことができます。一周のプレイ時間も程よく、 FPS 好きな方にはぜひ触ってみてほしい一本です。キャラも可愛いよ。第7位、コクーン。
リンボやインサイドのゲームデザイナーが手掛ける新作パズルアドベンチャーゲーム、見下ろし視点で描かれた美しい世界観で、本作では世界の一つ一つがそれぞれ丸いオーブの中に閉じ込められていて、そのオーブ型の世界を組み合わせたり、並べ替えたり、飛び込んだりしてパズルを解き進めていくゲームとなっています。ゲーム中に文字での説明などは一切ないのですが、非常に直感的で快適な操作性も相まって、とても気持ちよく遊ぶことができます。各ステージのボスとの戦闘も用意されていて、アクションの要素も含まれ、パズルとアクションをメリハリのあるバランスで楽しめる、総じて完成度の高い作品となっています。ゲームボリュームはかなり短めなので、サクッと濃密な体験をしたい方におすすめです。第6位、ライズ・オブ・P。ソウルシリーズの影響を強く受け作られた童話のピノキオをモチーフにした高難易度アクション RPG。ゲームシステムはローリングや強攻撃、ジャストガードやバックスタブなど、ソウルライクゲームを触ったことがある方なら難なく操作できる作りとなっていて、敵や罠なども本家を触っていると思わずあるあると頷けてしまうような配置であったりと、隠すことなく寄せてきたという印象があります。ただ寄せるだけではなく、ステージ構成やボス戦、世界観や BGM など、あらゆる面においてしっかり丁寧に作られていて、ボリュームは申し分なく、ビジュアル面も非常に美しく、ソウルシリーズが好きな方なら間違いなく楽しめる一本です。第5位。チコリー、色とりどりの物語。モノクロの世界を舞台に魔法の絵筆で色をつけていく塗り絵を題材としたアクションアドベンチャーゲームで、テレステの開発チームによる最新作です。可愛らしいキャラと世界観に癒されるような人々たちとの交流を楽しめる今作ですが、物語ではメンタルヘルスをテーマにしていて、心の中に抱えた闇や暗い部分などの描写が多く、特に創作活動における悩みや不安、感情の波などをゲーム中に表現しています。アクション要素満載のステージ構成に容赦のない攻撃を繰り出す激しいボスとの戦闘、そして美しい BGM にと、あらゆる面でものすごく完成度の高い傑作です。プレイ中、次どこに行って何をしたらいいかわからないということが起きない優秀な迷子防止機能があったり、ボス戦ではやられても途中から何度も戦える仕様であったりと、どんな方でも遊びやすいように作られていますし、特にクリエイターの方や絵描きさんなら共感できるような部分があるので、ぜひ触ってみてほしいです。私は記憶に残る素晴らしい体験ができました。第4位、プレイグテールレクイエム。本作は日本語対応されたのが2023年6月なので、今年のタイトルとしてカウントさせていただきました。病が蔓延するフランスを舞台に、姉のアミシアと弟ユーゴの美しくもあり残酷な世界観での逃避行が描かれるアクションアドベンチャーゲーム。前作プレイグテールイノセンスの続編であり、完結編となっています。基本のシステムは前作と変わらず、ステージクリア型のステルスアクションゲームですが、攻略の自由度が増していて、戦闘手段も多くなり、全体的な遊びやすさが向上しています。続編なので、前作イノセンスありきな物語ではありますが、圧倒的な映像で表現された素晴らしい体験ができる一作なので、悲しくも美しいストーリーに浸りたい方は見逃さず遊んでほしいです。クリア後はしばし放心しちゃうと思います。さて、ベスト3発表の前に、ここで視聴者様投票の結果をまとめて発表したいと思います。第5位は、エグゾプライマル。一時期ドハマりしました。特別すごいゲームではないけど、なんか中毒性がある。などのご意見をいただきました。第4位は、ゴーストワイヤー東京。FPS は苦手ですが、世界観にはまり、夢中でプレイしました。日本の街並みの作り込みがすごいなどのご意見をいただきました。第3位はシー・オブ・スターズ。JRPG 黄金世代なのでゲームパスで遊べるの嬉しい。マリオ RPG やクロノトリガーを思い出す作りで中だるみしましたが、後半と新エンディングで満足の内容でした。などのご意見をいただきました。第2位はハイファイラッシュ。テンション高くて最高。八百屋可愛すぎ。個性豊かなキャラクターが面白く、神曲揃いでやり込み要素もたくさんあり、アクション好きの自分にはたまりませんでした。などのご意見をいただきました。
そして第1位は、スターフィールド。スターフィールドに関しては、なんと2位のハイファイラッシュの5倍以上もの得票率でダントツの1位となりました。いただいたコメントでは、スターフィールドのために Xbox を購入しました。ずっと遊んでいますが、遊び尽くせないほどのボリュームで、あちこち惑星を探索しています。時間を忘れてプレイし続けています。など、熱心に遊ばれている方からの支持が非常に多かったです。視聴者様投票の結果は以上となります。この度はたくさんのご応募、本当にありがとうございました。それでは、ベスト3の発表へ戻りましょう。第3位は、龍が如くセブン外伝名を消した男。2023年11月に発売されたシリーズ最新作。コンパクトなボリュームながら、これまでの龍が如くシリーズを楽しんできた方に向けたストーリー構成となっています。正直私、ジックスはゲーム自体の作りは悪いとは思いませんでしたが、ストーリーのオチに関しては、桐生一馬の物語の最終章としては盛り上がりに欠けると感じていました。今作セブン外伝は、そんな6の続きであり、桐生一馬の物語を真の完結までしっかりと描き切った最高のシナリオであり、外伝と称されていますが、外伝で済ませていいような内容ではない。シリーズファンなら絶対に感動できる素晴らしい体験ができる一本だと感じました。ただし、シリーズファンでないと感動は薄れてしまう。あくまで過去作ありきな作品でもあります。ゲームパスではシリーズ0から7前作が遊べるので、未プレイの方はぜひ7外伝からではなく過去作からプレイするのを推奨します。個人的には0と7が傑作です。手こずるポイントはワンショットチャレンジとジャスティス戦ぐらいで実績コンプしやすいのも嬉しい点です。第2位、デッドスペースリメイク。Xbox 360で2008年に発売された傑作サバイバルホラー TPS のリメイク版です。HP や弾薬などの表示は画面内には存在せず、主人公のスーツの背中や武器そのものに表示させているなど、今なお全く色あせない優れた UI と、ゲーム全体を通してロード時間をほとんど感じさせず、驚くほどにスムーズで快適なゲームプレイを実現できていて、一切没入感を損なうことなく楽しむことができる作りとなっています。今回のリメイク最大のポイントは、やはり日本語に対応している点で、映像表現がとても過激なため、日本では未発売ではあるものの、本編シリーズとしては初めての日本語搭載となりました。また、リメイクにあたって、オリジナル版になかったサイドクエストの追加や、ノード部屋の使用がノードを使って入室する作りから、セキュリティレベルを上げて入室する作りに変更されていたり、いくつかのシーンでの戦闘が変更されていたりと、オリジナル版をさらにブラッシュアップし、より快適に遊べるよう改良が施されています。さらに2週目には新たなるエンディングが追加されていたり、敵の出現パターンも変わっているので、オリジナル版を遊び尽くした方でも最高の体験ができるリメイクのお手本のような素晴らしいゲームです。本当に欠点のない傑作なので、リプレイの方はぜひ。なお、今作は日本未発売のため、海外のみでの配信となっていますが、Xbox では地域設定を北米などの海外に変更すれば、特にアカウントを変更することなく、海外で配信されているゲームパスタイトルを即遊ぶことが可能で、本体の UI なども日本語のまま使用することができます。また、いつでも何度でも日本に戻すこともできます。なお、地域の変更は公式に規約上は問題ないと明言されていますが、推奨はされていませんので、変更して遊ばれる方は自己責任でお願いいたします。そして第1位、2023年私のベストゲーム、ゲームオブザイヤーは、ハイファイラッシュです。単語ゲームワークスが手掛ける国産の Xbox ゲームスタジオファーストタイトルです。ノリノリな BGM のリズムに合わせて戦っていくステージクリア型のアクションゲームなのですが、とにかくアクション部分のクオリティが非常に高く、触っていてとても気持ちがいいです。戦闘前にランク評価があったり、ショップで新たなる技の購入ができたり、HP 上限を増やせたり、シークレットステージがあったりなどのシステム面もですし、
ボタン連打でのコンボだけではなく、通常攻撃から少し遅らせて攻撃を行うことで繰り出せるディレイコンボやエリアルコンボなど、アクション面のプレイ感もまさにデビルメイクライそのものながら、音楽に合わせてボタンを押すというリズムに乗って戦う要素をふんだんに盛り込んでいて、 3D アクションゲームをさらなる次元へと昇華させた凄まじい完成度を誇っています。とても陽気で生き生きとしたキャラクターたちのやりとりは見ていて非常に楽しいですし、八百屋が可愛すぎるのも見逃せない点です。Xbox を購入したらまずは必ず触ってほしいですし、ゲームを愛する全ゲーマーの方に見逃さず遊んでほしい傑作中の傑作です。ということで、以上が私の2023年ゲームパスタイトルのトップ10でした。天外にはなっていますが、素晴らしいビジュアルセンスとダイナミックで盛り上がるボス戦に強いインパクトがあるアトミックハートや、遊べば遊ぶほどどんどん味が出てくるエグゾプライマル、ドット ARPG として非常に丁寧に作られたシー・オブ・スターズなど、本当に魅力あふれるタイトルが非常に多かったと感じています。今回ご紹介したタイトル以外にもゲームパスには素晴らしい作品が多数ありますので、ぜひ皆様お気に入りの一本を見つけてみてほしいです。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報やレビューを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方も情報発信行っているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。